こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で今回の動画は見ていただいた通り、ショックアブゾーバーをノーマルのショックからコニのヘビートラックに交換したという内容になっています。で交換した理由なんですけど、もともとノーマルの乗り味っていうのに別にそんなに不満もなかったですし、満足しているところだったんですけれども、ある日非常にちょっと体力的に疲れた状態で乗ってる時にですね、よくジムニーの乗り味で言われる左右に揺さぶられる感じっていうんですかね、これが非常に辛くてですね、ちょっとこれは長距離走る時にちょっと辛くなるなというふうに思ったんで、交換に踏み切りました。で、結論から言うとやっぱ大成功で、上下動の動きっていうのは一発目のあたりはとっても似ていて、その先がちょっと硬くなるようなニュアンスを感じています。懸念している横揺れの対策ですけれども、そこら辺もだいぶもう8割9割ぐらいは満足できるレベルにあるかなというふうに思っています。もちろんその車体のですね構造的なものから来るものもありますんで、完全に解消するっていうことは難しいのかなというふうに思うんですけれども、それでもだいぶ乗りやすくなったかなというふうに思ってます。で今はまだ、2、30キロしか走ってない状況なので、ショック自体も馴染んでないというか、若干渋いかなという動きが渋いかなという感じるシチュエーションもあるんですが、これは100キロ200キロ500キロと走行を重ねていくとだいぶ落ち着いてくるのかなというふうに思ってますので、またさらに楽しみが増えるかなというふうに思っております。2個ぐらい前の動画で、改造とかそういうのあんまり考えてないというふうに言った、下の根も乾かない間にですね、もう手加えるのかって感じですけれども、さすがにですねやっぱりちょっと長い距離乗ってて疲れそうなところがあるのはやっぱりちょっと辛いなというところもあったんで、そこら辺はご了承ください。珍しくですね、車に触る動画がちょっと続きましたけれども、またいろんな形で動画をアップしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。前回は登山靴だったんですけども、今回はジムニーの話です。で、以前の動画でも少しお話ししたことあったと思うんですけれども、気になってるというか、興味があるというようなところで、今回はステアリングダンパをちょっと交換してみました。で、どのステアリングダンパにしようかなとかっていうのをかなり悩んだんですけれども、私が使う環境の中ではあまりハードにダンピングが効く必要もありませんし、ノーマルで問題があるっていうわけでもありませんので、強いて言えば、もうちょっとステアリングのフィーリングが良くなるといいなっていうぐらいなもんなんで、そこまでハードに効くものを望んではいないところだったんですけれども、でその中で、例えばモンスターだったりとかアピオさんだったりとかエナペタルだったりとか、さまざまないろんなブランドから出てるパーツだと思うんですけれども、今回はアピオさんのを選びました。と
というのが、標準的なセッティングの出し方がこのタイヤのサイズを基準に出してますよっていうのが出てましたんで、私が使用しているタイヤはそれに近い、完全に一致では全然ないんですけれども、外形であったりとか重量であったりとかすると、それに近いのかなっていうところで、選んでみました。で実際に交換して、街中だけなんですけどちょっと走ってみました。ちょっとといってももう100キロぐらい走りましたかね。でその印象でいきますと、やっぱり交換してよかったっていう感じです。もともとはそんなに何度も言う通りステアリングダンパーもっと強くしないとまずいっていうような状況ではなかったんですけれども、一番の懸念だったところとしては、もうちょっとステアリングのセンターが欲しいな、センターに戻っていくような、センターで吸い付くようなフィーリングが欲しいなというふうに思ってました。ステアリングダンパーっていうのはそういう目的のものではないのは承知しているところなんですけれども、それでも何かそういう手応えが得られると嬉しいなっていうところの中で実際に走ってみたら、意外なほどですねステアリングセンターこう来るような、フィーリングが得られてすごい満足してます。それと同時に、これ本来の性能の部分ですけれども、街中レベルであったりとかしても、例えばコンビニの駐車場に入る時ですとかマンホールを乗り上げる時だったりとか、そういうギャップがあるところでだいぶマイルドというか、手応えがいい意味で緩和されているというような印象を受けてます。多分これも長距離乗っていく上ではですね、だいぶ疲れ軽減だったりとか効果的なんじゃないかなっていうふうに感じました。もしご検討されていらっしゃる方がいるとしたらぜひおすすめしたい部品ですね。とかくこういうパーツっていうのはオフロード走らないからつけるのは意味ないかなとかいうふうに考えがちですけれども、今回のステアリングダンパー、アピオさんのステアリングダンパーに関しましては街中でもとっても体感できることができるし、結果的にフィーリングアップというように感じました。こういった部品っていうのはとにかく人の感じ方、オーナーの感じ方次第なんで、何がベストっていうのはなかなか難しいチョイスになってくると思うんですけれども、でも今回、私選んだものとしては十分私の期待に応えてもらえる部品だったかなというふうに思っております。ちなみに今回は塗装しませんでした。もともと銀色ですし、周辺に銀色のパーツもたくさん散りばまってますし、目立つような色合いではなかったんで特に塗装はしませんでした。今後もジムニーだったりまたは登山だったりということで楽しそうな何か見つけられればどんどん動画にしていきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。ではもしよろしければいいねボタンまたはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。
I can try if you let me. With our lives, I am breathing. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回は見ていただいた通り、もともとコニのショックをつけていたんですけれども、今回エナペタルのものに交換してみました。で、もともとコニのショックをつける購入する時にもエナペタルと結構比較してですね、迷ってたんですけど、ジムニーのキャラクターからするとコニの方がなんか合ってるかなというふうに思ってたんで、コニを選んで、約2万5000キロぐらい乗りました。で、ただその間ずっとですね、コニはすごい満足してるんですけど、もともと私ね NA ロードスターとか、あと EK 型のシビックでエナペタルの足を使ってて、めちゃめちゃ好みなんです。好きなショックなんですね。なんだけど、さっき言った通りジムニーにはちょっと合わないかなっていうんで、ジムニーにはコニを入れてたんですけど、やっぱり気になってたんでちょっと入れてみました。で、第一印象なんですけど、やっぱりねエナペタルだなっていう感じです。エナペタルだなって感じですって言われても分かりにくいかもしれないんですけど、すごくですね、車格がワンランク上がったような感じ、よく使われる言葉なんですけど、車格がちょっと上がって高級感が出るというか、そんな感じですね。で、それどういうことなのっていうと、ものすごいですね、どっしりとした乗り味っていうんですかね、ちょっとやそっとのことでは影響されないよみたいな、完全にショックが車のロールだったりとかピッチングだったりとかの動きをですね、完全に抑制制御してるっていうような印象です。そのくせですね、細かい段差とかはもう本当にストってこなしていくような、いなしていくような感じですね。なのですごい乗り心地よくて乗りやすい足だな、私の好みだなっていうふうには感じました。ちょっと触れましたけども、乗り心地、これはですね基本的にはいいと私は感じてます。なんでこんな言い方をするかっていうと、もちろん細かい段差をすごいもう本当に柔らかくストってこなしていく感じだし、あと例えば分かりやすい例で言うと高速道路の継ぎ目とか、首都高の継ぎ目とかもそうなんですけど、本当にねストトンって感じで行くんですけども、そういう短いストロークの時はそんなに減水力が立ち上がらない感じというか、軽くいなす感じなんですけど、グッとロールがするような時とか、大きくストロークするような時には結構減水力が立ち上がるような、印象ですね。実際のグラフがわからないんで正確なことじゃないかもしれないんですけど、感じるものとしたら大きく動く時には結構減水力が立ち上がる感じなので、グッとしっかり踏ん張るんですよね。で、ともするとそこがグッと規制されるので、硬いと感じる向きももしかしたらあるかもしれない。なのでさっきみたいな言い方をしました。でも私は基本的にすごい好きな乗り味で、乗り心地はいいと思ってます。先ほどちょっと車格が上がったような乗り味っていう言い方をしたと思うんですけれども、その分お値段もちょっと高めなので、例えばコニと比べてどうかってなるとなかなか比較は難しいかなと思うんですけど、乗り味だったりとか、自分の好みに合ってるという意味を考えれば、そんなに高いものではないのかなというふうに
思っております。で総じて言うとですね、さっきもちょっと言いましたけど、とにかくですねなんていうんですかね、車格が上がったような感じでどっしりとして重厚な乗り味なので、例えば高速道路で長距離を移動しようとかっていうと、この前の美ヶ原も実はもうエナペダルのショックが入った状態で行ったんですけれども、高速道路を2時間3時間っていうふうに走っててもですね、疲れを感じにくいいうような乗り味ですよね。なんていうんですか、ドライバーに不要なストレスを与えてこないっていうような、そんなような乗り味に感じてます。これもさっき言いましたけども、本当にね微細なギャップはですね、本当トトトントトトンと乗り越えていくというか、いなしていくような、感じがあるので、本当に乗り心地よくいけるのに、コーナリング入っていったりとか、G がかかったりするとグッとこらえるような、踏ん張るような動き方をしてくれるので、ロールを規制してくれるっていうんですかね、ぐーっと力がかかってきたところをしっかり、コントロールして抑えていくような動きをしてくれるので、本当にコーナリングも安心して入っていけるっていうような印象を受けます。たださっきも言った通り、ここを硬いと感じる方もいらっしゃると思うので、そこは本当に好みが分かれるっていう部分だとこういうふうに思います。あとどうしてもジムニーってホイールベースが短いと思うんですけど、短い、何をと比較してっていうのは難しいところですけども、比較的短めなのかなっていうふうに感じてるんですけれども、ホイールベースが短いことでピッチングとかの動きの大きさとかをそれをまた抑制してるので、そういった意味でももしかしたら硬いって感じる方もいらっしゃるのかなっていうふうに思うんですけども、そこは本当にそういう規制をする動きがあったとしても、本当に角が丸いんでガンガンってくるようなものは全然ないんで、そういう意味ではやっぱ乗り心地いいのかなっていうふうに私は感じてます。で例えばどんな人におすすめなのかなってちょっと考えてみると、やっぱり純正のショックのキャラクターというか、で多くの方が感じてらっしゃるようにドタバタするような感じだったり、ゆらゆらする感じだったりとか、あれをやっぱかなり減らしたいっていう方にとってはすごくいいと思います。たださっきも言ってる通り、かなり重厚な乗り味になるので、ジムニーの軽快な感じ、あれが好きな方にはもしかしたら向かないかもしれないですね。それと、林道にですね一回行ったんですけれども、そんなに激しいところではなくて、砂利道プラスアルファぐらいのところなんですけれども、そういうところではやっぱりエナペタルの、キャラクターがあって、微細なものは拾ってくれるんですけれども、やっぱりグッとこらえていく感じがあるので、オフロードにめちゃくちゃ向いてるかっていうとそこまではいかないかもしれないですね。でもしかすると今までつけてたコニーと比べてどうなのっていうところを気にされる方もいらっしゃると思うので、これ多分話し始めるとすごい長くなるので、ちょっと別の動画でまとめさせてもらえればというふうに思います。とにかく今回エナペタルを入れてみていいですね。私はねすごい好きですね。やっぱ好みに合ってたなっていうふうに思います。ただ何度も言う通り、かなりキャラクターのあるショックでもあるので、本当に好みが分かれる部分だと思いますので、そこら辺はもしご検討される場合はいろいろお調べになって、でこの動画もご参考にしていただいて、その中でチョイスしてみていただければなというふうに思います。では今回も長々とお話しさせてもらいましたけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またですね、さっき言った通りコニーとの比較動画もちょっと作ってみたいと思ってますので、その時にはまたぜひご視聴いただければというふうに思います。では、もしよろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で今回の動画なんですけれども、前回、
ショックをコニからエナペタルに交換しました。でその時にちょっと比較してみようかなっていうことをお話しさせてもらったと思うんですが、今回の動画でその比較をちょっとしていきたいというふうに思います。でせっかく比較するんで、ただコニとエナペタルを比較するだけじゃなくて、純正も混ぜて、比較検討してみたいというふうに思います。で比較する上でちょっと条件を整えた方がいいかなというふうに思いましたので、条件を5つほど挙げてみました。まず1つ目は、スプリングがノーマルです。リフトアップしてないっていうことですね。で2つ目の条件がタイヤは、ずっと履いている東洋のオープンカントリーの RT、サイズが215の70の16ですね。こちらに設定しました。で3つ目がルーフキャリアは外しています。車の上に重量物があるとですね、ちょっと車の動きに影響するかなというふうに思いましたので、ルーフキャリアはなしという条件にしてみました。で4つ目、リアについているスペアタイヤは装着したままになってます。やっぱりああいう重いものが後ろにもあると、車の動きに感じ方に影響するかなというふうに思いましたので、スペアタイヤはありで、5つ目が、一人乗車、運転者のみ、ドライバーのみになります。助手席にもリアにも人がいない状態で条件としました。まず先に純正のショックについて考えてみたいと思います。で純正のショックで一番最初に私が不満というかと思ったのが、やっぱりロールですよね。一番最初はロールがすごい多いなっていうふうに感じたんですけれども、それでちょっとショックの交換を検討したんですけれども、コニに変えた時点であれと思ったのは、ロールの量が多いんじゃなくてロールのスピード、ガクってグラッとロールするから怖いのであって、量は一緒なのかなというふうに思いましたので、そこら辺を中心に考えて今回エナペタルに交換したわけなんですけれども、そこら辺のニュアンスも含めて比較していきたいというふうに思います。でショックの役割についてここで触れておいた方がいいとは思うんですけれども、その話はちょっと専門的ですし、私がお話しし始めるとすごく長くなってしまうので、検索してたらですね、たまたま 4x4 マガジンの YouTube チャンネルでそのショックの役割についての解説が結構詳しくというか分かりやすくしていますので、興味のある方はそちらご参照いただければと思います。概要欄にリンク貼っておきますので、ご参考いただければと思います。その3種類のショック、純正とコニとエナペタル、これを比較するにあたって項目をちょっと絞っていきたいなというふうに思います。で項目1つ目は価格、価格大事ですからね、一番ね。で2つ目が乗り心地、これも大事なところです。ショックを変える、足を変える理由の一つですよね。で3つ目が軽快感、せっかく趣味で乗る車ですので運転して楽しいなっていう風に感じられる、そんな項目も入れてみました。で4つ目が安定感、これはやっぱりコーナーに入っていく時にグラッと、不安な感じがしないかどうかっていうところですね。で5つ目がしっとり感、しっとり感ってなんだって感じですけれども、やっぱり段差を越えたりとか長距離を走っていく時にやっぱ動きが滑らかだったりすると疲れにくく感じたりとか、心地よく感じたりとかいう風な部分があるかと思いましたので、ちょっと項目に入れてみました。でこの5つの項目についてそれぞれ5段階評価をしていきたいというふうに思います。で5段階評価する上で基準があった方がいいかなというふうに思いましたので、まず純正を基準にしてみたいというふうに思います。基準ということ、それと5段階評価ということで、純正は全ての項目において3点にしてみたいと思います。そこからそれに対してコニやエナペタルはどうかっていうような比較にしていきたいというふうに思います。ちなみにですけれども、この比較はあくまでも私個人の感じ方っていうところを基準にしていただければと思います。結構独断と偏見になってしまうかもしれないんですが、そこら辺はお許しください。まず一つ目の価格について、これは私が購入した時点での価格になりますが、コニが63,800円でエナペタルが151,800円、これは私が購入した時点でともに消費税込みの価格になってます。部品代、ショックのみですね。ショック4本のみになってますね。でコニに関しては減水力調整式になっていて、私が購入したエナペタルは減水力固定式になっています。
この点、機能の点で考えると、それと価格差がこれだけあるということを考えると、そうですね、コニが4点、エナペタルが3点というところでしょうか。もちろん自分の好みに合ってるかどうかっていうところも評価の対象、価格に対しての評価の対象になってくるかもしれませんが、そこは追って別の項目で反映されるかなというふうに思いますので、その点はご了承ください。で、2つ目の乗り心地。これはね、本当に難しいですし、好みが分かれるところではあるんですが、私の感覚としてはコニが5、エナペタルも5、両方一緒じゃないかっていう感じなんですけれども、やっぱりね、どっちのショックも乗り心地はいいんですよね。で、多分その乗り心地が両方いいという風なものなんですけれども、ちょっとキャラクターが違うのかなというふうに感じます。で、コニっていうのは比較的純正を基準に考えて、その純正のネガティブな部分、グラッとロールするねとか、ちょっとバタバタってするよねっていうところをそういうネガティブな部分を削っていった結果のセッティング、それにちょっとロールの耐性を強めた、ロールのスピードを抑えたっていうようなセッティングなのかなっていうふうに私は感じてます。なので結構普通に乗れるというか、自然なフィーリングでジムニーに乗れるのかなっていうふうに感じてますので、やっぱりネガティブな部分を削除してるっていう意味で乗り心地の良さを感じれるのかなっていうふうに思います。それに対してエナペタルは本当にもう独自の快適性だったりとか、安心感安定感みたいなものを作る上で最初からセッティングしてるようないうふうに感じます。ロールがすごく少なかったりとか、乗り心地に関しても微細なものは本当に吸収してくれますし、しっかり段差を感じなきゃいけないところは感じさせてくれる。ただその角が丸かったりすることで乗り心地の良さを表現しているというような感じになるのかなというふうに思います。やっぱね、エナペタルは、ドイツのビルシュタインっていうショックをベースにしているせいもあると思うんですが、すごく刷り込みかもしれませんけれども、ドイツ車に乗ってるような、多分ドイツ車に乗られたことがある方は分かるかもしれないんですけれども、ドイツ車に乗ってるような常にですね、高速域で走っててもフラットというか、衝撃が少ないというか、不安な動きをしないというか、そんなような乗り心地に私は感じています。で、次に軽快感ですね。こちらはですね、軽快感に関しては、コニが4でエナペタルが3っていうところでしょうかね。やっぱりですね、エナペタルはすごく安定志向に振っているので、軽快感ひらりひらりとコーナリングする時にですね、自然に車が動いていって車と一体感を得られるじゃないですけども、ドライバーの身体性に近いロール感っていうのがあるのはコニの方で、エナペタルはそれをもっと抑え込んでいく感じ、人に不安を与えない程度のロール感っていうような感じがあるので、そういう意味を考えると軽快感となるとコニの方が軍配が上がるのかなっていうふうに感じます。次に安定感。これもね、どちらも安定してるショックなので、安定感のあるショックなので、どっちがっていうのはなかなか難しいところではあるんですけども、コニが4点でエナペタルが5とさせていただきたいというふうに思います。基本的に、さっきも言いましたけど、どっちも安定しているので、甲乙つけがたいといえばそうなんですけれども、エナペタルの方がよりですね、ロールのスピードがゆっくり抑えられているので、コーナリングに入っていった時にグラッとくる感じ、ロールが強くなっていく感じが少なく感じるわけなんですね。なのでやっぱり安定感という意味ではエナペタルに軍配が上がるかなっていうふうに思います。ただコニがじゃあ劣ってるかっていうとそんなことはなくて、コニの独自の考え方でロールをコントロールしていくような印象があるので、どちらも安定感はとても高いというふうに思います。強いて点をつければということになりますのでお許しください。で、最後にしっとり感という部分に入っていきたいと思います。で、これもね、どちらももうしっとりしている乗り心地なので、本当に甲乙つけがたいというか、
比較するのも申し訳ないなっていう感じがするんですけども、強いて心を鬼にして点をつけるとしたら、コニが4点でエナペタルが5かなというような感じですね。さっき言ったようにもう本当基本的にどっちもしっとりしてるショックなので、動きがねすごい滑らかで心地いいショックになりますので、どっちが劣ってるとかどっちが勝ってるとかっていう話ではないんですけれども、強いて言うとエナペタルはですね、これはあくまでも私が感じるものなんですけども、すごくショックの構成している部品が、その部品の精度が高いもののように感じるんですよね。なのですごい滑らかな動きをしている、すごいシルキーな動きをしているような風に感じるんですね。結果的に買うことはできませんけども、最新のですねヨーロッパ車のしっとり滑らかな乗り味に近いんじゃないかなっていうふうに感じるんで、そういう評価をしてみました。で今5つの項目で比較して点数をつけたものをまとめてみるとこんな感じですね。でこの五角形のグラフにしてみたんですけれど、これでちょっと気づいたんですけどね、純正が全て3の評価にしてますので、3のところで正五角形になってると思うんですけれども、でコニが赤ですね、赤線のでエナペタルが青線になってます。でコニは結構この正五角形に近い純正をですねよりスープアップというか良くした感じに見えると思うんですね。なので多分すごくコニが一番バランスがいいというか、どなたにとっても違和感なく自然に乗れる足なのかな、ショックなのかなっていう印象ですね。それに対してエナペタル、これは結構五角形からだいぶくしゃっと潰れてるような感じで、価格のところはね乗り味とかには関係ありませんけども、でもちょっと五角形よりも形が歪んでるかなって思います。結構だからやっぱり当初私が感じてたように、エナペタルは結構やっぱキャラクターがあって、こういう乗り味を実現したいよねっていう表現が色濃く出てるのかなっていうふうに感じますね。まとめてみるとコニっていうのは、例えば純正にネガティブなものを感じた方、私もそうですけれども、グラッとロールするとかちょっとバタバタってするよねっていう風に感じて、ちょっと足のことを考えたいなっていう風に思った方には一番最初に交換するというか、触れるいいショックなのかなというふうに感じました。すごいバランスいいですもんね。ネガティブな部分がなくて、その上安定感を増して乗り心地も良くなってっていう感じなので、特にリフトアップはそんなに興味ないかなっていう方だったりとか、私もそうなんですけれども、普通で乗りたいだけなんだけども、ちょっとここだけなんとかしたいなっていう方にとっては本当ちょうどいいショックなのかなというふうに思いますね。でそれに対してやっぱりエナペタルはすごくキャラクターがあって、自分の独自の乗り味が欲しいんだ、あれが好きなんだっていう人にとってはいいのかな、私がそうなんですけども、そういった方にはいいのかなっていうふうに感じますね。このショックのインプレッションっていうほどでもないですけれども、言葉にするっていうのはすごくやっぱ難しいですね。例えばマフラーとかであれば見た目が写真見てこんな感じかなとか、音とかだったら例えば YouTube とかで検索してみたりとか、そうですね、走ってる車の音を聞いてみたりとかすることで、こんな感じなのかっていうのが分かるんですけれども、ショックはですね乗らないと分からないっていうね、ここら辺が非常に難しいところですよね。なのでこういうふうにお話しさせてもらってる上でもだいぶ言葉を選ぶというか、なんて表現したらいいのかなっていうふうに思いながらお話ししましたけれども、こんな印象でした。でこれ言葉だけで説明しているのでちょっと伝わりにくいかなっていうところもあったかもしれないんですけれども、どうでしたかね。もしですねこんなところどうなのとかっていうような疑問点があるようでしたら、コメント欄でコメントしていただければ、私の分かる範囲で
言葉にできる範囲でご回答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画参考になったなということでよければいいねボタン、それから今後もちょっとチェックしたいなと思っていただければぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。